スカルプターズラボをご覧の皆様、こんにちは。今回は、中禅寺明彦を私なりの解釈で造形する動画を撮らせていただいています。芯材の製作からです。芯材は 2mm のアルミ線と細い銅線とアルミホイルを使い、このように組み立てています。アルミホイルを巻きつけるときは、キャラクターの姿勢や重心、背骨のカーブや骨格の位置などを少しだけ意識して形作ります。頭部の芯材はこのように取り外しができるようになっています。骨格の傾きや姿勢というのをこの段階から少し意識するようにするといいと思います。この上からスカルピーで肉付けをしていきます。これが使っている道具の図です。スカルピーで粗付けをしていきます。だいたい均等に肉を持っていきます。中の芯材が右、左、前後に大きくずれないようにバランスよく盛り付けます。目、鼻、口の位置をしっかりと決めて、自分の作ろうと思っている大きさから狂わないように位置決めをしていきます。最初は頭蓋骨の形をやや意識して人間らしくなるように形を整えていきます。この時点ではまだ各バランスに気を配ることに集中して細部の形や似せることというのはあまりまだ現段階では意識しなくても大丈夫です。まずは肉付けをしながら人体のバランスとパーツの傾きや大きさの不自然さがなるべく残らないように人体解剖図を意識して盛り付けをしていっております。小さい範囲で盛り削りを繰り返しながら位置がだいたい決まって大きな形の変化が起こらなくなってきたら少しずつ細かい形の造形も手を入れていきます。顔だけについ集中してしまいますが、首や肩口などにもまんべんなく粘土をつけて造形していった方が頭部全体の形がより考えやすくなると思います。ちょっと最初に作りたかった大きさよりやや大きくなりつつありますが、あまり許容範囲を超えないように造形をしていきます。この時点でまだ決定していない耳の位置や首の長さ、喉仏の位置などでありますが、一応当たりをつけて形だけでも見えるようにしておくと、より造形の進めるヒントになると思いますので、忘れずに耳や後頭部、首の後ろ側なども手を入れた方がいいと考えます。この動画では少し
顔ばっかりに集中しすぎて、首は後ろに手が入っていないなと今、反省点が残りますが、何度も盛り削りを繰り返しながら、自然な顔の形を探って形出しをしていきます。粘土の密度がスカスカにならないようにしっかり指やヘラで押さえながら造形をしていかないと、力を込めて表面を押さえたときにへこみすぎてしまったり、つけた粘土が落ちくぼんでしまったりするので、しっかりと圧力をかけて粘土をひっつけていっております。今彫り込んでいる目尻や目頭の位置、あと鼻もいくつかの軟骨と肉のセクションに分かれていたりするので、パーツの始まりや終わりの位置を付け替えたり調整し直したりしながら、納得いくバランスがなるように進めていっているところです。顔がだいたい形が決まってきていますが、ここまでに数回は更地に戻したり、また位置決めをし直したりと、崩して作って崩して作っての繰り返しが行われた後です。顔は一回で最初から最後まで作るというよりも、バランスを見て壊して、作ってみて壊してというのを、この芯材の上で何回も繰り返すような作業が主になってきます。私の場合ですが、壊して作り直し壊して作り直すという作業の繰り返しがこのちっちゃな範囲の上で何回か行われています。動画には壊しているところ、壊れていっているところが映っていないのですが、この少しだけ形が決定してきた顔に行き着くまでには何回か、目や鼻が消えては作り直し、消しては作り直しという繰り返しを行っています。そうやってバランスを何パターンも考え出してみて、作り出してみて、どれがいいか選択するような形で造形が進んでいった感じです。顔の雰囲気としては、少し和風で、ちょっと目がつり目、狐のような、あやかしい感じが出るようになれば、私のイメージに近いかなという感じで造形を進めています。
口の表情ですが、無表情というよりは、少しだけ、笑っているというか、ひょうひょうとした感じを出しながら、若干だけ口元がほころんでいる表情にしたいと思って作業を進めています。ここまで来ると、もう大崩壊はしないかなというようなところまで進んできています。だんだんと最初は大まかに触っていた形が、少しの微調整、幅の調整だったり、左右の形を整えていくというような、すごく細かい部分の造形に入ってきています。作業しながら、でもこれもあまりいじりすぎたら崩壊してしまうかなというような気持ちで、恐る恐るやっている感じがしますし、この動画からも恐る恐る形を触って少しずつ変化させているのが伺えると思います。ここであまりにも完成だーと意気込んで最終的な形を探ろうとしてしまうと、手をかけすぎて崩壊するということが起こってしまうので、なるべくまだ大まかな形を探る時間だぞというのを自分に言い聞かせながら、細かすぎるところを作り込んで答えを出しすぎてしまわないように気をつけながら肉付けをしている感じです。顔のディティールもまだ若干石を掘り進めてエッジが立っているような影と光がパキパキに分かれて形が見やすいような形状で止まるように手の入れ方を加減したりやりすぎないように気をつけながら作っています。ここで首の後ろ側や肩の位置なども意識しながら作らないと体の形状と顔の付け方が合わなくなって修正をしなければいけなくなってしまうので、なるべく頭だけじゃなくその下のつながりも意識して違和感が出ないようになんとか下の方の造形も忘れないように手をこまめに入れないといけないというところでなんとかやっているところです。使っているヘラの先の形状が種類が増え始めるのもこの細部に造形をし始めた頃合いです。先が球体になっているものやこういったデザインナイフの先、針の先などで
これまで見えなかった目や鼻や口のパーツの細部を明らかにしていきます。ですが、あくまでも作りすぎないようにというのを意識して、まだ位置や形が変えていけるぞというところで止めておくように心がけています。作り始めはまだ全然修正が効く、まだ全然位置や大きさを作り直せるという状態で形を進めないと、後で体や首や胸部などとの兼ね合いから位置や傾きをずらしたりする可能性が出てくるので、この時点ではそういう程よいディティールの出しに気をつけながらも、自分が作りたいと思っている形状をしっかりと追求することが、そのバランスが大事になってくるかなと、私の場合ですが、思います。この段階で目の表情をつけていますが、顔を作るときには、顔の形や顔の中のパーツの形を正しく作るというよりも、表情を違和感なく作っていくということが難しく、それが大テーマになるのではないかなと感じながら作っております。たまにスカルピーがまだ柔らかいですから顔を傾けたり、最終的なポーズに近いポーズを曲げて取らせたりしてみて、その姿勢を取った時に表情が姿勢と雰囲気が合っているかどうかを確かめながら作業をすることも大事かなと思います。しかし造形をするときは顔が傾いてポーズをとってしまっていると若干左右対称が見づらかったりしますので、ポーズを取らせては戻すというスカルピーの柔さと芯材のしなりを利用してそういうことも行います。髪の毛をつけていますが、髪の毛はまだ仮のものです。髪の毛がついたらどういう感じになるかというのをこの段階で見ておくのもいいかと思います。髪の毛は後ほどディティールをつけますが、服のシワや、その他の小物をつけている段階でヘアラインの段のリズム感や幅の太さなどを全体のバランスを見ながら決めるといいと思いますので、今はまだ仮付けの状態です。顔もだんだん形が差し迫ってきましたが、大決定ではありません。だけど、今から大崩壊はしないかな、あまり大きな変化はしないかなというところで止めております。少しだけ直したり表面を整えたりすると思いますが、顔の土台となる形状としてはこのようなバランスでいってみようかなというところまで来たところで、頭部の造形の一区切りとさせていただこうと
思います。髪の毛のボリュームも、ベストアングルから見たところでどうなるかというところまでくらいはつけてみて、一度見ておくといいと思います。拙い解説で大変申し訳ありませんが、この辺で一応の一区切り、頭部の造形の解説を終わらせていただきます。ありがとうございます。